今日は日本人のインタビューです。ネイティブスピードでの日本人のお話2回目です。スラングも使われます。少し難しいかもしれません。最初はエレベーターでの外国人とのお話です。多分あれ渋谷駅だと思うんですけど、なんかエレベーターで普通エレベーターでなんか人と乗り合わせた時ってなるべくなんかお互いに息を潜めるじゃないけどなんか空気になるみたいな、日本人はありがちじゃないですか。ちょっと気まずいみたいな、別に気まずいこと何もないけど、なんかこうね、同じ階をなんかこの階をこうなんだろうな、エスカレーターじゃない、エレベーターがこう行き来する間にちょっとみたいになるじゃないですか、でもなんか多分日本人のそれは感覚であって、外国の方ってそういうの全くないんだなって思ったんですけど、それがもう渋谷駅でなんかもう入った瞬間にブロンドのお姉さんと目があったんですけど、その瞬間にお姉さんニコって笑ってくれて、めっちゃ綺麗だし、なんか笑いかけてくれたみたいになるじゃないですか。でなんかしばらくも同じ空間でエレベーター上がってたんですけど、その時もなんかニコってしてくれたなみたいな感じで、なんかホクホクした気持ちだったんですけど、降り際もなんかニコみたいな感じ、本当になんかこっち何もなんだろうな、普通だったらこうなんかこう目を合わさずにこう会釈する感じとかはあるんですけど、なんかがっつり目を見てこうってしてくれたから、なんか私もそのぐらいそのぐらいになりたいなって思うんですけど、ただこれ難しいのが結構それを誰にでもやると自分のこと好きなんじゃないかとか、なんかそういうのにつながるとか、なんか事件性もなんか出てくる可能性がなくはないみたいなとこが日本だとあるなと思って。でもそれって国によってはそれがね、知らない人と目があったらニコってするのが当たり前とかあるじゃないですか、多分。そのくらいの方が心がこう晴れやかに生活できるなって思ったので、エレベーター乗るたびにちょっと思い出しますね。いや、わかるわ。でもその時反応はした？いやニコってされてなんかぐらいの感じだから、なんか同じこうなんだろうな、同じぐらいの笑顔ではなかった。ちょっと微笑みぐらい。向こうは結構もうなんだろうな、ニコって感じだったけど、本当にぐらいのそうだよね。同じ濃度ではなかったっす、明らかに。いや、すぐ反応できないよね。できない。なんか心閉ざしがちですよね、多分日本人って。イヤホンつけたりとかするじゃないですか、電車とかでも。閉ざすとかなんだろうな、心を殺すじゃないけど、満員電車とかもそうじゃないと、自分を守るためにねやることだと思うけど、でなんかね、もうちょっとそれぞれが人間として見てたら、なんか満員電車でももうちょっと快適に過ごしたりあるのかな、わかんない。確かにね。次の質問です。人のことを好きかもしれないと思うのはいつですか？言われた言葉とかを無意識に自分の中で反芻してると、好きなのかなとか気になってるのかなって気づくんですけど、基本的になんかあんまり誰かをめっちゃ好きっていう感情になりづらいので、なんかなんだろうな、好きは好きだけど、なんかその好きの種類分けはあんまりしてない。なんか好きな人の、じゃあ恋愛の好きとなんか尊敬する好きと友達の好きとっていろんな好きがあると思うんだけど、なんか結構全部大雑把な好きになるタイプな気がします、私。分けようともしてないのかもしれない。なんか分けるのが嫌なのかもしれないです、自分の中で。なんで？なんで難しいの。なんかちょっと違う話かもしれないんですけど、なんかタイプとかタイプじゃないとかで、なんかこの人ありなしとかいうのって学生時代からあったじゃないですか。このじゃあ女の子はこの男の子ありだななしだなとか、男の子は女の子になんかいやありなしみたいな、あのやつがめっちゃ苦手で、なんかその自分が付き合えるか付き合わないかを基準に人を見るとかいう行為があんまりされたくないししたくない、っていうのが多分ずっと根底にあるから、じゃあ自分が恋愛として好きかどうかとかってそういうのがないと
判断できないじゃないですか、だから無意識にそれを避けてるっていうのもあると思うんですけど、でもそれをしないと本当に恋愛的に好きっていう感情に気づけないよみたいな話も聞いて、自分でも意識的にありなしっていう自分がやりたくなかったことをできるようにはなったんですけど、果たしてこれでいいのかどうかはちょっとよく分かんない。ちょっとここでスポンサーの紹介をさせてください。 LTL ランゲッジスクール、今回はギャップイヤープログラムなんですけど、東京と大阪の両方で日本語を学べるんですよね。しかもアジアの他の都市に行けば他の言語も学べます。期間も1週間から1年まで自由で完全な初心者でも大丈夫。詳しくは概要欄からチェックしてみてください。次の質問です。人と話すときに気をつけていることはありますか？でも、その具体的なのは出てこないんですけど、基本的に一緒にいるとモチベーション上がるって言ってもらえるから、私は普通にやってるつもりなんだけど、傍から見ると私は頑張って見えるらしくて、でだから自分も頑張ろうってなるとか、あとは人とコミュニケーションするときにその人が落ちるようなことは絶対言わないって思ってるので、もういいねとか頑張ろうねとか、そういうポジティブな言葉しか言わないし、なんかでもそこに嘘はないというか、別に空言葉とかじゃなくて本当に思ってるから言ってるので、なんかそういう意味で頑張りたいなって思う時に会いたいって思うよとか言ってもらうことはあります。それはマネージャーの仕事でも役に立っていましたか？そう、ライバーのマネージャーを2年してたんですけど、それがもう難しいところで、それこそ励ますとかそのメンタルケアとかは得意だったんですけど、でもやっぱ仕事って売り上げがないと会社としては使える人材ではないじゃないですかね。会社の利益になってない。だから私のダメというか苦手なとこが売り上げを上げるとこだったから、寄り添いすぎちゃうのはあると思うんですよ。本当に会社から重宝されるいいマネージャーって寄り添ってみせながらもう主導権自分にしっかりと持ってもう稼ぐようにちゃんと向かわせるとかじゃないですか。で私はその子の人生を考えちゃうから、別にここで、ここを頑張るのが正解でもないしとかいろんなこと考えちゃう。でもここが稼ぐのが正解なんだよから前提から入れる人の方が絶対マネージャーの売り上げには貢献できたり向いてるんじゃないかなって思います。そっか。じゃ結構感情移入しちゃうっていうか。そうですそうです。すぐその人の立場になってとか、でもそのおかげでというかそういう感じだったからこそ辞める時にすごくなんかこう愛のあるメッセージをもらえることが多くて、なんかこれ普通に売り上げだけを見てやってたら多分こういう言葉はもらえなかっただろうなっていう、やっぱ人とのつながりってめっちゃ大事だなって思って生きてるので、なんかそこのつながりをしっかりマネージャーでも作れてたってところは、一個の自分の、やっててよかったなって思うポイントではあります。その後気持ちの変化がありましたか？なんか、それを他人に対してサポートするよりはもう自分で責任持って自分がやるだけの方がいいなって思って、もうマネージャー辞めてもう自分がプレイヤーで今ライバーでするって方を選んだっていうところはあります。実際ライブってどういうことをするの？本当に人によるんですけど、私の場合は歌が好きなのでやっぱ歌いながら雑談もしたりっていう感じなんですけど、その、プラットフォームによってどういう投げ銭のタイミングとか投げ銭されやすい雰囲気の作り方とかいろいろあるんで、そのあたりを、自分で考えながらやったりとかですよね。お母さんもやってるんだよね。そうです、お母さんも母今62歳なんですけど、還暦プラス2アイドルって自分で名乗って、もうみんなのアイドル葵月葵ちゃんみたいな、感じでやってて、もう本当すごいんですよ。なんか本当にリスナーも普通に多くて、もうみんな葵ちゃん葵ちゃんみたいなから、もう感心します本当。なんていうか、私も母譲りなとこはあるんでめっちゃ母の気持ちも分かるんですけど、やり始めるとめっちゃこだわるから、
配信部屋もすごくて、もともと私の部屋だったんですけど、私の部屋の跡形もなくもう母の配信部屋で、背景も自分の歌える曲のなんかリストとかバーって書いたり、なんか葵のベスト10とか自分の得意な歌のなんかランキングとか書いてたりとか、なんかこう小道具とかもいっぱい用意して、もう自分も楽しみながらリスナーさんも楽しませる、これが生きがいであり収入にもなってるっていう、めちゃくちゃいい生き方いいライバーの仕方すごいね。してますね。素敵ね。本当楽しそうです。だから以上、日本人女性のインタビューでした。桜子さんは EU という音楽ユニットで活動しています。ぜひチェックしてみてください。それではまた。